皆様こんにちは。権野屋おむすび権野ゆいです。舞踊の本を紹介するコーナー、いにしえ日記。5回目の今日は江戸時代に書かれた佐渡島日記をお送りします。それでは今日は佐渡島日記を紹介したいと思いますこの佐渡島日記なんですけども、いろんな方の芸談を読んでいますとよく出てくるんですね。で、ちょっと読んでみたいなと思って探してみましたら、とっても古い江戸時代に書かれた日記なので、ちょっとあれなんですけど、こういうちっちゃな本になってありました。役者話という本の中に収められています。役者論語と書いて役者話と読むようです。でね、これは江戸時代元禄期に活躍した歌舞伎役者さんなどの芸談が7つ収められているんですけども、その中の一つとして佐渡島日記があります。佐渡島長五郎さんという方がお書きになった日記ですね。で、この中には佐渡島長五郎さんの歌舞伎役者さんなんですけども、この方の芸談が載っているんですけど、その芸談の中の一番最後に所作の秘伝っていうコーナーがあって、でこの部分が有名なんですね。なんで今日はその所作の秘伝に書かれた一番初めに書かれた一つ目の文章をちょっとご紹介したいと思います。所作の秘伝。振りは文句にあり、文句の性なき時は品をもってす。また文句なく節にて伸ばす時は拍子に乗る。なす技は所作なるがゆえに振りに誠をもととす。何によらずその所作柄の心を忘るべからず。ということですね。はい、で、ここに何が書かれているのかなっていうことなんですけども、そういったことを詳しく解説してくれている本がまたありまして、こちらですね。舞踊名言集成。こちらのこの著者の郡司正和さんっていうのは日本舞踊辞典やその他の舞踊の本たくさん出していらっしゃる有名な先生ですけども、この方が出してくださった本で、昔の古い本などの意味を解説してくれている本です。この中に先ほどの佐渡島日記の文章のことも書かれていますので、そこからちょっと解説していきたいと思いますね。先ほどの佐渡島日記なんですけども、大きく5つのパートに分かれると思いますが、まずその1つ目、振りは文句にありというところは日本舞踊の特質がここにあるということで、全て舞踊の表現は歌詞にそのよりどころを求めているということですね。つまり音楽的リズムによらず歌詞の文句に左右される舞踊であるってことです。はい、これがとっても大きな特徴ですね。日本文化は言葉を大切にする文化だってよく言われますけども、日本舞踊もそういったところがもちろんあって、言葉文句によりどころを求めているっていうことですね。ここが一番大きな特質でありますね。そして2つ目、文句の性なき時は品をもってす。こちらの文章は舞踊の表現は歌詞によるもの、文句や言葉って先ほど出てきましたけども、その歌詞の性なき時、性っていうのは少年のことですけども、少年が分かりにくい時はどうすればいいか、そういった時は品をもってす。品っていうのは姿や風刺のことですね。そういったもので表しなさいということですね。
これはよく知られた盆踊りに踊り踊らば品よく踊れって言われているけども、それと同じような意味ですよっていうふうに書かれています。なのでね、文句に正体がないからといってその表現を適当にすればいいかって言ったらそれは違いますよっていうふうに言われていますね。そういった抽象的な風刺姿なり気分で表現するものであるから技法以上のものが要求されるので文句がないとこの方が難しいってことですね。振りは難しいんだっていうふうにおっしゃっています。そして3つ目、文句なく節にて伸ばす時は拍子に乗る。こちらも言葉の通りなんですけども文句ではなくリズムやメロディーの音楽性が主体に出るときはその律動に乗りましょうということですね。律動的な体操舞踊になるんだけども、これは西洋の舞踊でも同じようなことをしているけども、それに先ほどの品っていうものを加えていくっていうのがとても日本舞踊の特色になっているっていうことですね。そして4つ目、なす技は所作なるがゆえに振りに誠をもととすというところはこれは全体の上で言った言葉で、もともと舞踊の技術っていうものは人間の動作が主体になった元になっているものだから、その表現に誠を尽くさなければいけない。それは今で言う言葉でリアリティということになるんだけども、決してそれは単なる写実ではない、少し精神的な意味があるということをおっしゃっていますね。そして最後にまとめとして5番目、何によらずその所作柄の心を忘るべからずということで、その作品が何を言おうとしているのか、何を表そうとしているのか、またこの作品は何を表現すればいいのか、その作品の特性を見極めて表現することが大切だっていうことで締めくくられているということです。ということで今日は佐渡島日記の中から所作の秘伝という項目の一つ目の文章をご紹介しましたけども、そうですねよく日本舞踊のお話を他の人としている時に日本舞踊っていうのは言葉に振りがついているんですよっていうお話をすると皆さん驚かれることが多いんですね。で舞踊っていう言葉を聞いた時に舞踊やダンスっていう風に聞くとメロディーやリズムに乗っかって踊るものを想像される方が多いようなんですけども、日本舞踊は言葉に振りがついているっていうことでもともと日本文化が言葉を大切にする文化だっていうことも踏まえてとても面白い特質を持った舞踊であるっていうことがよくわかりますし、他の舞踊とは違うんだってことはちょっと誇りに思ってもいいのではないかなっていうふうに思います。はい、それでは今日はこんなお話でした。